Hello， 大家好，不要叫我小胖子，你们的爸妈妈来了哟。嗨，皆さんこんにちは。今天视频也有特别嘉宾是这位袁爱ことめぐみさんです。欢迎来到我的小房间。大家好，我叫袁爱，我热爱中国的历史和文化。今天的视频呢，用采访的方式来把他的人生观经验，然后魅力都展现给大家这样的栏目。那今天的主题是我非常感兴趣的一个非常有意思的主题，就是跨国婚姻。他是日本人，然后他先生是中国人，那就是说他们是中日夫妻这样说吧。我丈夫是日本人，所以呢，我平时生活上对这个跨国婚姻真的不太了解，所以呢，通过这期视频，我也主动的去了解一下这个主题哦，好吧？那觉得好看的话，别忘了给我点赞，并关注一下哦。那么就开始了。私の子供は18年の7月生まれで、めぐみさんの息子さんが2019年の3 3月月ってことでね、同級生の子供を持つママ同士っていう関係でございます。ご主人と知り合う前っていうのは中国に関係あることとか何かしてたり、中国語勉強してたりとか、そういうことって何かあったりは？全くなくて、ただ母と父が中国の歴史がすごい大好きだったので、私もやっぱりそういう元で育ってきて、中国の歴史の本がバーッと置いてあったりとか、あと母がよくドラマを借りてきてたので一緒に見ていて、中国に対してはそういう歴史とかそういう文化はいいなってすごい思ってました。好きなドラマは？宮廷のいさかいめ。やっぱり好きだよね、日本人の女性も皆さん宮廷のいさかいめ。いさかいめ大好きで、一番私が生まれてきた中で一番大好きな作品で、まだネットフリックスとかそういうのはまだなかったので、そういうレンタルビデオ屋さんをはしごしました。そんなに？そんなはしごして、でどうしてもなんか最終回の巻だけがなかったので仕事終わってから近くのビデオ屋さんを3軒はしごして、で母にも借りれたって言って。そうか、じゃあお母様も好きなんだ、一緒に見てたんだ。そうです。でも本当に寝るのが遅くなりました。もともと OL ってことは会社のそば？そうです。会計事務所に勤めてて、もう本当に仕事と家の往復っていう感じでしたね。じゃあご主人とはどこで出会われたんですか？なんとマチコンでよくみんなに中国語教室とかそういうサークルに入ってたのって聞かれるんですけど、じゃなくてマチコンで出会いました。マチコンって分かりますか？マチコンって私も参加したことがなくって、どういうシステム？なんかいろいろあるんですけど、私が参加したのは居酒屋を1軒貸し切って、で居酒屋個室があるじゃないですか。で男の人と女の人、2人1ペアになって、で女の人はその個室で待機、男の人が時間になったらもうぐるぐる回ってくるんだ。見た瞬間になんかどういうはーっとなってしまって、表情とかには出してないんですけど、心の中ではあれこの人かっこいいっていうふうに思いました。もしや一目惚れというやつかな？そうですね一目惚れをすごい恥ずかしいんですけど、一目惚れをしました。私も今の夫と結婚した時は婚活アプリだったんですよね。アプリというか婚活サイトかな。で周りでいます2割ぐらい、多分そういうマチコンとかアプリとかそういうもう初めまして状態で結婚してると思います。多いよね最近。婚活パーティーでもなんか男性の方がハイスペック婚活パーティーみたいな。なんか聞いたことある、年収が1500万以上とかなんかしかもね参加費がとてもなんか高いとかね。そうなんですよ。
確かその時女性が5000は言い過ぎかもしれないんですけど、5000円で男性が1万円。それって相場的にはどうなの？高いです、私とその一緒の職場の先輩なんですけど、ワクワクしていったら、やっぱりこう自信をすごい持った方が多くて、やっぱりこうみんな食いつき方というか、まあそうですよね、そう仕事とかの面に関してもこう行かなきゃ、そういう性格の人がすごい集まってて、で私は結構押されるのは好きなんですけど、もうでもなんかもう本当にこうグイグイ来られて、これはちょっと違うなと思って、でそれっきり条件很好っていうか、やっぱり家柄とか職業とか裕福であるっていうのは絶対この強みなわけじゃないですか。だけど一般家庭からすると多分もう価値観ね合わすのが結構、それこそ食の好みから、お金の使いどころとかレジャーにお金をかけたい人なのか車なのか、やっぱりそこってすごくカラーが出るじゃないですか。国が違ったとしても、付き合っていくうちに価値観この人同じだなっていうので、やっぱり結婚を意識し始めたなってご自身でも思います。これは日本人同士で付き合ってたらありえないんですけど、まずいくら給料をもらってるっていうのを初めてのデート、付き合ってから初めてのデートの時にいきなり言われて、でうちのそのお父さんは何をしてて、お母さん何をしてるみたいな、でその自分のそのルーツみたいな、僕はこうして育ってっていうのをすごい最初に言われて、ものすごいびっくりしたんですけど、でもこんなに私のことを信頼して、こんなに話してくれる人なんだ、めちゃめちゃ誠実な人だなっていうのをすごい私は思ったんですけど、後からこう調べるというか、みんなその日中カップルに聞いたら、中国人の人は結構みんなそういう風だったので、中国人の男性ってそういうところがめちゃめちゃいいなって。嘘がない。嘘がない。私はすごいなんか嘘がない人と裏表がない人と、あと誠実な人が本当に第一条件というか、結婚する上でそうだったので、もうそれに一番こうもうポイントがホーンで上がりました。そうなんだ。私は、日本人の夫と結婚しましたけど、なんかちょっと触れてはいけない問題みたいな感じに、その質問で俺の何を見てるかっていうのが一発で分かるみたいな、中身じゃなくて条件で見てるっていうのとかが分かるから、そういう女は嫌だって思うんだって。それはね、うちの夫の場合かもしれないけれども、確かに日本人そうですよね。そうだからいずれわかるし、絶対その何かねシェアしておかないとトラブルになるかもしれないことでも、一番最後みたいな感じはするよね。俺の中身をまず見てくれみたいなところが多分日本人はすごく、男性は多分あって、でもそっか、裏表ないなって好印象だったんだ。この人とはなんかこう何でも話して、でしかもそれを否定するわけでもなく、ただってちゃんと聞いてくれて、本当になんかこう心が持っていかれました。何書き出したの？先に聞こうかな。付き合い始めた時に何が良かったか。あとちょっと待って、でも私すごいの見つけちゃったんだけど、食べさせてくれるの？一緒に映画を見てた時にいきなりこうやって食べさせてくれたんですよ。ポップコーンで、最初はものすごい戸惑って、っていうかもう人生で初めてなんか子供の時以来こうやって食べさせてくれるのがだったんで、と思って、多分好き嫌い分かれると思うんですけど、私はそれですごい良かったんですね、食べさせてくれたのが。でそれがすごいずっと当たり前になってて、で、結婚して子供を産んだ後にお友達家族でご飯を食べに行くことになって、で私が子供にこうやって食べさせてたんですけど、食べさせてて、そしたら彼が私に食べさせてた。パッ
と前見たらやっぱ友達夫婦がものすごいびっくりした顔で見てて、でこうくんが息子に食べさせるんじゃないんだねって言われて、その時にすごい恥ずかしい思いをしました。可愛いけど。でもそう、じゃあめぐみさんがお子さんのこのケアをしてる間に、ご主人がめぐみさんをケアしてくれるみたいなことが。なんかそんなそれすごい多かったですね。果物とかって一番真ん中が美味しいじゃないですか。で切ったら必ず私にこうやって食べさせてくれる。それが子供がいたら子供に食べさせるんですけど、子供がいなかったらなんかはいどうぞみたいな感じで食べさせてくれたり。甘いなんかもう私が恥ずかしくてなんか汗出てきてしまったんだけどめぐみさんがロマンチックなものを好むタイプなんだなっていうのを日本人だとやっぱりね、得てして周りの目を気にしてしまったりする国民性が強いので、こうなんだろう、ロマンチックが過ぎると結構なんか恥ずかしさが勝ってちょっと打ってくるパターンもで、私それで思い出したのが中国の男子高校生と実は文通してた時期があって、で当時は私が中国語も話せない時期だったから英語でねすごいしてたんですよ。でもロマンチックなんか君を考えると眠れないみたいなことを I can't sleep all night みたいな。仕方ないのよ。高校生の、教科書で覚えた表現を使ったらもうそれしかね書けないから、その手紙がもう私恥ずかしすぎて受け取るのが恥ずかしすぎて続かなくなりました。あの時は本当にごめんなさい。若かったんです私も。なんかだから恥ずかしすぎて、そうなのよ。それがもしも高校生じゃなくて大学生とかもっと大人だったらどうでした？だったら違ったかもしれないな。だけど王子様っぽい人とかが多分お好みなのかもしれないなっていうのはだからすごくなんだろうね、国籍問わず相性がいいお二人だったっていうのも多分根底にはあって、そうだからね、いやその寛容だったんだと思います、甘さに中国にいた時さ、私があるあるで思うのは言われたチェックされてるって私はすごい思ったんですよ。言葉ができないっていうのは理由にならないんだなっていうのをめぐみさんの話を聞いてるとすごく